賑わってますね。賑わってますね。ワイワイしてますよ。後半はですね、行くのは今から行く吉尾久保でしょ。あとはユチチって新しいブランドと、あとサラバムに行きます。早速吉岡ブースけど。そうなんですよ。私ここ初めてなんですけど、新宿のルミネ座吉本に今います。吉尾久保は、今年で20周年を迎える結構、歴史あるブランドなんですけども、私のイメージだよ、ストリートと和をミックスしたみたいな感じかな。ハイブリッド感もちょっとあるかなっていう私の見立てです。お疲れ様です。あ、ここか。よいしょ。初ルミネ座吉本入ったんだけど、こんな感じなんすね。なんか赤いどんちょうがあって、ちょっと楽しみなんだけど。よし、掃除もこれで OK やな。もうすぐ開店の時間やな。あ、っていうか今日から働いてもらう新人のパートの人まだ来てへんやんか。遅なってしまった。いや、走ってこいよ。最悪や。何してんねや。違う違う違う。やってしもうた。やってしもたやなくて、何を聞いたら見とんねん。やってしもうた。だから飴あげるから。飴これでちょっとなんとか気を収めてください。いやいや、でも日課に配るのがちょっと配らせていただきます。よいしょー。わっしゃー。ちょっともっとはしゃいでいいんだよ。よいしょー。はしゃぐて。おいおい。こんにちは。体やばいな。中途半端な男前。やかましょ。私ね、こういうものです。ファッションショープロデューサー島田珠代さん。あ、そうです。私ね、そこのルミネホールで吉尾久保のファッションショーがあるんですよ。なんか聞いたことあります。すごいことですよね。すごいのよ。吉尾久保はすごいの。吉久保って呼んであるんですよ。キムタクみたいにやられてくるんですよ。もうとにかくね、私そこのプロデューサーをしてるのよ。そうやったんですか。すごい。すごいでしょ。そのファッションショーに地元の方を使おうっていうモデルさんにね、そういう企画があるんだけど、ねえ、お姉さんやってみな。私が？えもうからかわんとってくださいよ。こんなもんただのおばはんやのに。ファッションショーなんか無理ですからね。もうとりあえず帰ってくださいね。失礼いたします。意識してるね。ちょっと待って、すちこさん。めちゃめちゃ意識してますやんか。何してんの。いやだ。出しこぼれてんだ。ちょっとすちこさんめっちゃアピールしてますやんか。無理です。誰が言ってんねん。いけてるじゃない。ほんまに。ただいま。先生、お帰りなさいませ。いやちょっと聞いてくださいよ。この近くでね、ファッションショーをするらしいんですよ。でね、モデルやらへんか言われたからね。そんなん言うてんの？いや、せやけどやね。そんなん急に。いや、意識してるな。先代もやってますやんか。めっちゃ意識してるやん。こんなんやってますやん。邪魔すんで邪魔するんやったら帰ってや。あいよー。でなんでやねんこれおい。ようから来てるかいこれ。おー、いらっしゃいませ。お客様でしょうか。ああ逆じゃね。わし吉本ファイナンスのもんで。吉本ファイナンス。狭間寛平ってどいつや。どうやって？お前？いや私は先月まででした。どういうことやねんそれ。先月まで狭間寛平お前。今月はお前女子ちゃうんかよ。女子寛平言うんかよお前。今月は違いますよ。今月違う？違う。お前？僕上半期です。上半期かい。上半期狭間寛平やった。なら下半期ってやれ。お前やないかい。ちゃうかこれ。これ待って。なんでこれ。借金返さなきゃ借金。借金したんですか。いやすみませんすみません。借金って一体おいくらなんでしょうか。300万円。300万。300万。合わせて720万。どんな計算やそれ。なんで720万なんだよお前。ちょっとこれお前や。頼むってかこれ。ちょっと今ちょっとお年寄りパンとついたね。関係あるかそんなもんや。あかんよ。何があかんねん。これは見過ごされへんわ。どういうことやそれ。ほんまちょっと痛い目に乗ってもらうわ。何見てんじゃあかんねんこれ。長いこれお前や。何やねんお前。最初から最後まで全部聞こうとるやないか。おかしいんちゃうか。乳首ドリルすな。乳首ドリルすな。ドリルすな。
こですか。ここ使ってもええよ。ここ何席あるんですか？ 586席。じゃあ関係者呼ぶには十分だわ。ここでショーさせてください。ちょっと待って、噂を嗅ぎつけて、もう関係者の方が集まって座ってる。すごいやん。いつの間にこれ。いつの間にか座ってる。噂広まんの早いですね。ちょっと。じゃあここでショーをやらせてもらおう。お願いします。ちょっと待ってください。モデルさんとかどうするんですか。この噂を嗅ぎつけて店の前で並んでます。そうやな。噂嗅ぎつけんの。すごいね。なんかおらんやったら聞きましょう。すごいな。じゃあ行くわよ。よしよくぼのファッションショースタート。よっしゃ。お絶対笑っちゃうよこれ。なるほど、ファーストルックです。ファーストルックの色違いですね。あ、レディースもあるんだね。まあでもどっちも着れるか。シャーリングが特徴的なのは今シーズン多いですね。すごい綺麗な生地。ただこっちもシャーリングですね。フェミニンでもあるし、ユーティリティもありつつって感じですかね。ちょっとレディースの要素も感じさせませんか。ディテールがレディースなんだけどメンズの洋服みたいな。このシャツとかメンズが着ても可愛さそうですね。これはどうなっているんだろう。パーカーの上にトレーナー羽織ってる感じですかね。これ紐でストリングスがいっぱいついてていろんな着方ができそうですね。これ偉いよね、モデルさんたち。これで笑わないのがすごいなと思った。玉代姉さんと目当たら多分私笑っちゃいますよ。でもシャーリングすごいですね。ボリューミーな。こっちも、いろんな着方ができるやつですね。ドッキングって感じですよね。どうしよう、玉代姉さんがちらついてちょっと集中できませんね、私これ。ちょっとスポーティーっぽいこう要素があるやつですね。あー、来た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 。あー、やだ来てますね、来てますね、カンペイちゃん。あ、これはプリントですね。F1 レーサーみたいなユニフォームがプリントされたやつですね。好き好き。でも似合うよ、カンペイちゃん。これ笑わないように必死じゃないですか。戻ってくれた、戻る。来た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 。あ、アメちゃん配ってくれるんじゃない。ジャージっぽい感じね。すごいかっこよく投げてるけど。クソかっこよくないですか、キラキラ。このつなぎ好きとしてはこのつなぎ欲しいですね。これもリアル映えしたいやつですね。このつなぎやっぱかっこいいよね。ね、いいよね。お姉さん大変だ。じゃあここで主役の久保さんを呼びます。久保さん。イエーイ。よっしゃ、最高だ最高だ。オムライスの匂い。しませんよ。玉井さん、海外の方があんまり笑ってない。みんな怖がってるから。全然笑ってないです。久保さんどうでした？いや、良かったです。もうこれは夢だったんで、すごい嬉しいです。本当に皆さんありがとうございます。ファッションショーが成功してよかった。よかった。仙台、本当にありがとうございました。使用料300万いただきます。金取れ。やるんや。
ゆうくんどうだったよしおくんも。めっちゃ面白かったんだけど最高面白かったね。最高だったまさかその上こんな豪華キャストが出てくるとは思わなかったかいやーら。私なんかカンペイちゃん見ただけで今日これでよかった。いや本当だよね。だってもうその世代だからね。そうなの我そうな々のこれ見て育ってきたから吉本は特に大御所たちを、洋服もやっぱりなんか強かったよね。トロンプルイユのボディスーツもかっこよかったし、あとはなんかこうパネルになってる、でストリングでなんかこういっぱい遊べるジャケットとかもかっこよかったし、私つなぎ欲しかった。つなぎ可愛かったね。あれ欲しかったねモデルちゃんいじられるとモデルのガボンつけたちゃんとアメちゃんもらったやつ。そうレーシングっぽいやつ可愛かったな、ねえ、ありがとうございます。ありがとうございますありがとうございます。ここはですね、国立競技場の地下駐車場になるんじゃないかなと思うんですけども、ゆちちのショーがここであるらしいですよ。そして私うるさくない？シャンカ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 何なんのこの猫の鈴みたいな感じのやつは。結構楽しみにしてたの私これ。中国人のデザイナーさんなんだけど、セントマ出身でニット科卒業して、あとでシャネルの刺繍のクチュリエで働いてたのかな。で独立して、自分で始めたみたいな感じ。装飾的なブリッとした感じが出るんじゃないかなと睨んでおります。会場はですね、今真っ赤な光に覆われて全身全部が真っ赤っかに見えるんですけれども、思った以上にすごいランウェイ長いです。こう来てこう行くんじゃなく、結構ピカピカ光ってるところから歩くんじゃないかなって思うんですけど、わりかしロングウェイな感じかなと思いますね。始まりましょう。ちょっとそのガーリーかつちょっとゴスっぽいスポーツみたいなのが混ざってますね。なるほど、こういう感じか。メイクがちょっと鼻の周りにちょっと特徴的なメイクになってますね。非常になんかこう今っぽいというか、今の女の子って感じのスタイリングだったりとかアイテムだったりシルエットですね。確かにニット出身だけあって、そのスポーツの下に着てるニットなんかすごい手が込んでる感じしますね。なんかメイクやっぱ面白いですね。鼻を際立たせるメイクって私割と珍しいかなと思いますね。ちょっと大人っぽいのもあるよと。なんかこの胸周りの細工がなんかすごい凝ってますね。緑のこのスポーツっぽいルック多いですね。スポーツ推しなのかしら。レギンスかと思ったらサポーターだ。サポーターですら可愛い、おしゃれ、キラキラしてて、コルセットとちょっとスポーティーなパンツみたいな。コルセットにフリンジとかいっぱいついてるのか。面白いね。ペとかもなんかもう今そのまま原宿にいそうな格好だなと思いますね。このメガネも可愛いな。メガネにチャームついてますね。最近メガネにチャームついてるのも私よく見かけるんですけど、トレンドなのかしら。あれ、アディダスとコラボしてんのかな。3本ライン入ってましたね。このレギンスかわいいな。切り込みの入ったベルトが特徴になっていると。いろんな要素がこう混ざってる感じですかね。これもウエスタンにちょっと装飾を施してる感じ。いい体、いい腹筋、いい腹斜筋ですね。テンションが高いのがやってきました。すごいジャラジャラしてる。脇開いてますね。すごいねこれ。これは私リアルに普通に着たい感じの好き。ドレスが現れの靴もバレーシューズみたいなのに装飾してるのかな。この感じ私好きですね。ちょっと透け感のあるセットアップ。あれですね、モデルさんのセレクトもいわゆるモデルさんっぽく人もいるし、普通の等身大の女の子もいるしっていうキャスティングもなんかこう個性が出てるなと思いますね。このサポーター可愛くない？このサポーター
膝が悪くても楽しくなりますね。レースたくさんつなぎ合わせたトップス、これ面白い、かわいい。あ、このルック私好きだな。このシルエットかわいい。これも割と好き、ボリューミーな感じ。これテンション高いトップスきましたね。ジャラジャラしますね。頭の装飾がすごい。ラストブックかな。来た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 、すごいのが来た、すごいのが来た。なんか違う惑星から来た感ありますね。おー、圧巻、かっこいい。はい、一応終わりました。面白かったね。面白かったですね。ねえ、なんかこう勢いがあるっていうか、こう伝えたいことをドーンみたいな感じの投げた感じがしましたね。あといろんなテイスト、なんだスポーツ、夢々しい、ちょっとおどろおどろしい、あとウエスタン、あと何入ってた、なんかいろんなテイストがぐちゃ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 って入ってて、しかもまとまってるんだかまとまってないんだか分かんない感じ、その未完成さがすごいいいなと思いました。いろんな要素がまとまって綺麗になると、例えばテルマンみたいに幕の内弁当みたいな、美しい美味しいみたいな、こうゆちちの場合は闇鍋みたいな、でもなんかよくわかんないけど食べてるとこれはこれであれだなみたいな感じの面白さでした。はい、今はですね、文化服装学院に来ました。うるさい？いや、ごめんね。次はサルバムのショーですね。サルバム、もはやパリコレでショーやってるんですけど、日本でショーやるの久々なのが1点と、2シーズンくらい前からレディースが始まったんですよ。でレディースのそれも見れるという、その2つもあって、ちょっと注目のショーって感じですかね。デザイナーの藤田君はですね、実は文化の出身で、そのご縁もあってここの行動でやるみたいな感じなんじゃないかなと思ってます。はい、まず会場に入ってきたんですけども、ちょっとクラブ会場っぽいしつらえになってるっていうか、ちょっと DJ ブースがあって、結構大きめな音量が流れてる感じですかね。でランウェイっていうよりも多分キューブ状になってるから、多分ダラダラっとランダムに動くんじゃないかなと見ております。今回はですね、プレスリリースがあるんですけども、要約するとサルバムって生地にすごいこだわりがあるんですよ。で今私が着てるシャツとかもそうなんだけど、その生地の食感みたいのをすごく大事にしているっていうところと、例えば男性性と女性性だったりとか、未完成と完成だったりとか、相対するものをこう即興的に組み合わせることでサルバムっていうクリエーションが作られているみたいなことが書いてあります。始まりました。ファーストルックです。どうなサルエルパンツかな。サルエルパンツのセットアップにブルーのなんかリボンみたいなのついてますね。でレディースのルックと、すごいシンプル。で後ろになんかリボンひらひらついてるのかな。じゃあトップスにリボンがついてる。珍しくストライプ。
若者が好きなサルバムって感じ。いいですね。なんか大人の男性がスカート履いてるやつかっこいいですね。私この柄が気になるな。デニムなのかな。なんかすごい張り感のあるデニムですね。なんかおしゃれ男子が着てそうな格好ですね。おしゃれ男子をもうちょっと着やすくしたらここら辺が落としどころなんでしょうか。これがラストルックかな。結構ボリュームありましたね。あと色数もすごい多かったかなと思いますね。ただブルーで始まりブルーで終わるってことはやっぱキーカラーはブルーなのかなと思いましたね。綺麗。おめでとう。あとお疲れ様。はい、ポギーさんを捕まえました。サルバムどうでしたでしょうか。僕がまだユナイテッドタローズの、はいサンズのバイヤーだった時に2014年に初めてサルバムをサンプル見せてくれて、でそこでものすごく良かったんで買い付けさせてもらうことになったんですけど、でその時にボンテージパンツはいはいを作ってて、それも今でも作り続けててありましたね、はいルックで。でモデルも結構やっぱりその昔から使い続けてるモデルとか、あと久しぶりにやっぱり植松武さんとかもなんか一番最初に出てきた方もすごいいいなと思います、ファーストルックですよねはい、ずっとやり続けてるところと、でもそのパンツの丈感とかでこう時代の雰囲気をちゃんと入れたりとか、なんかそのバランスがやっぱりすごいいいなと思って結構感動しましたね。なるほど、ありがとうございます。すいません。はい、吉見にも捕まえましたんですけども、サルバムどうだったでしょうか。かっこよかったです。またなんかちょっとこうエレガンスの解釈がなんか軽やかさが増した感じがしてかっこよかったです。レディースはどうでした。でレディースもなんか前もっとエレガンスさが強かったんだけど、ちょっとなんかこう程よいカジュアルさとエッジがなんかいい感じで印象的なプリントもありました。いっぱいありがとうございます。ありがとうございました。はい、サルバム終わったんですけども、レディースがしましま入ってたやつ、しましまにプリーツスカート、ちょっとまあ変形とかだったけど、あそこが割と私の中では新鮮でした。もっとなんていうのかな、色気があってエレガントドレップみたいなイメージが強かったから、結構カチッとした印象も受けたのが新鮮みたいな。でもそれも藤田君の一つの側面なんだろうなと思います。はい、今光にいるんですけども、このネクストブランドアワードのテルマの展示をやっているんで、ちょっと見ていきたいと思います。全編見ました。皆さんラーメン最高だったでしょ。実際こうちょっと服が間近で見れるということで。ラーメンの服ですか。そうだよそうだよ、見覚えあるよ。あったあった、これプリント気になってたんだよ。あ、やっぱそうなんだ。この面でプリントするからやってないとこは白くなってるっていう。これも同じパターンですね。へえ、これとかこれかわくない？教育なんか語彙力がなくなってきた。すごい、やっぱ素材のこだわりすごいね。これもすごいベルベットみたいになってんだ。へえ。これです。あ、これだこの柄。これもなんか柄だ。柄同じ柄が生地違いでプリントされてんだ。ほら薄くて下濃いめみたいな。下がこの生地でみたいな。どういうことかと思ったら、だからこんな立体感が出るんだね。これ可愛くないですか。これ可愛い。どれ。あ、そうだね。そうか、スウェットだ。スウェットがレザー見えするって言ってたんだね。スウェットになんかいっぱい一回プリントしてみたいな。しかもこれ買って、ぐるーってカッチに巻いてんだね。あ、これちょっと漏れ出る感なんだろうと思ってたの。一応スカートなんだけど、鱗のようなタイの皮を炙ったパリパリにして食べる料理みたいなスカートですね。あ、これ気になってたやつじゃない？後ろプリンプリンしてるやつ。こういうことになってたんだ。あ、靴下。またちょっと違うんですね。また違うね、なんか幾何学柄になって買いそう。なんでも買いそう。はい、今はですね、光栄の B ホールに移動してきてですね、ファッションプライズオブ東京の発表があるということなんですけども、プライズオブ東京の場合は、もうすでに知名度のあるブランドが国内
界で活躍するもう一押しをするための賞ってことですね。なのでこれも、パリでコレクションだったりとかできたりとかする権利が与えられるということで、1ブランドだけ選ばれるやつ。1ブランドだけ。今年はですね、もう匂わせのようにちょっとルックがあるんですけど、見るだけ見る。ブランド名がまだ分かんないってことになってるんですよね。わかんない。ちょっと大人の女性に向けたって感じしません？モデルさんがね。ねえ、ちょっとマニッシュでシンプルでいい生地を使ってみたいな感じですかね。どこだ？ファッションプライズオブ東京2025第7回受賞デザイナーはシュタイン浅川喜一郎さんです。どうぞ皆様大きな拍手をお送りください。浅川さん、改めておめでとうございます。次の1月6月とパリでこう賞形式の発表もこうしていくんですけれども、こちらの素晴らしい賞の名に恥じないよう頑張らせていただけたらと思っております。なんかちょっと今までとは異色だなと思いました。もともとセレクトショップやってセレクトショップのオリジナルみたいな立場から始まったブランドっていう私の認識ですけどねが賞を取るってなんかそう意外だなと思うと同時に、昨今そのシンプルなものが海外でも受け入れられているようになったりとか、その流れに乗っていくとカノシュタインも行くんじゃないかなって気はしました。じゃあ今回も以上になりますけど。はい、以上になります。どうでした？いやー、なんだろう、やっぱり大御所の人たちのショーがたくさん見れたのが良かったなっていうのと、テルマがやっぱ私はダントツにツボでしたね。1位2位3位あげたいくらい独占。はい、皆さんはどのショーが良かったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。9月の末はパリがありますね。そこでもしっかりレポートしておこうと思うので、よろしかったら見てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。